今日は掛け軸塾で有名な、野村美術さんに来ました。で、ありがたいことに、野村美術の野村さんに、はい、直接お話を伺うことができます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私はすみません、正直で歌舞伎は見るんですけども、はい、掛け軸とか、兵具とか、はい、そういうのは素人なんですけども、はい、まず掛け軸塾さんの動画を見て、まずですね、この掛け軸、はい、簡単にちょっと全体を説明していただきたいんですけども、まあですね、動画によると、はい、上、はい、下一文字でしたっけ？天地で一文字があって、はい、中回しという、一番、伝統的な掛け軸のスタイルですね。でよく掛け軸ってこの作品がこの周りの生地の部分と一体化しているように思われるかもしれないんですけども、ベタって張り込んでるように思うかもしれないんですけど、そういうわけではなくって、書かれた作品があって、それに一個一個生地をこのパーツを、ちょっとずつのりしろでつなぎ合わせていって一個の形にしているっていうふうになります。あとこの風体っていうんですか、これがなんか特徴的なんですよね。なんか鳥を昔中国、掛け軸って中国から伝わってきたんですけれども、もともと屋内にかけてたわけではなくて、外に屋外にかけてたんですね。そうすると鳥が悪さしに来よると、掛け軸だってついばんだりすると。っていうのを、防ぐためにこれを垂らしとったらこれが風になびいてパタパタするので、鳥が逃げていくっていう鳥よけのために作られていたっていうのが、日本に入ってきて、その名残で今使われているという形になります。なんか浮世絵展とか見て、その掛け軸になってもこの風体が、なんですか、独特なアクセントになっていると思うんですけど、だから今実用的なもう理由はないと。でもついてると。そうです。すごいですね。ないんですよ。でもないとちょっと本当にのっぺりする。確かに。そうまず気になるのはこの風体が微妙になんですか、まっすぐになってなかったり浮いてたりするじゃないですか。それは構わない。そうですね。もともと風体って畳んで巻いていくので、どうしても出した時にファってなるので、ちょっともうちょっとなんですかね、折り癖があるのを直すっていうのは別にされたらいいかなと思うんですけども、ペタってまっすぐひっついてるっていうわけではないので、こういったものが自然かなと。もちろんペタってひっついてる場合の風体っていうのもあるんですけども、あれとはまたちょっとタイプが違うやり方なので、下げ風体っていうフラフラ浮いてるのが一応本流というふうに言われているので、これがスタンダードの形ですね。なるほど。あとその歌舞伎、言い過ぎな人だと、その歌舞伎役者の、浮世絵とかを、自分で普段見るために、本当は掛け軸にしてる人がいるんじゃないのかなと思うんですけども、あんまりそういうことはいない。そうですね。浮世絵はどうしてんだろう、みんな。浮世絵は基本的には版画なので、分厚い紙にするんですね。何回も刷っていくので、紙が薄いと破れてしまうので、厚い紙に刷っていくっていうのが一般的な皆さんが持たれている浮世絵なので、基本的には家で見ているというのが昔からの楽しみ方なんです。で、その肉筆画のものっていうのは一点一点掛け軸になるので、そういったものは掛け軸にするんですけど、そういったもので歌舞伎の役者の作品肉筆画っていうのを持たれてるというかあるっていうのはあまり一般的ではないので、確かに。なるほど。そっか、浮世絵はもう少し厚いから掛け軸にはならない、くるくる巻くもんじゃないっていうことですね。厚くすぎるとね、広くしていくと、どうしても巻くと画用紙とかやったら硬いのを無理やり巻こうとすると折れるじゃないですか。バキバキバキってああいう感じになっちゃうので、薄くてしなやかなものじゃないと掛け軸にはできないんですよ。あとですか、歌舞伎の隈取りとかを掛け軸にしたことあります？いやー、ないですね。歌舞伎関連の掛け軸っていうのはあんまりないんですよ。なるほど、わかりました。ありがとうございます。あとですか、これ掛け軸に例えば自分の着物、これ着物のですか、切れを自分のこの中回しにしてもいいんですか？そういうのはあまりない。いや、ものによってはできるもの、できないもの、着物の切れも厚みがあるとできないんですけども、厚みがないもので掛け軸にするということはできますし、元来は掛け軸ってその着物の切れとかをほどいて周りの生地に流用してったんですね。それこそ明治時代までは生地を織る技術っていうのがなかったので、着物をほどいて使ってたんですけど、明治時代になって産業革命じゃないですけども、いろんな技術が高まって掛け軸用の生地をわざわざ織るようにできるようになったっていうところから今現代に至っているので。そっか、掛け軸用の生地というのがあって、そっか、
それがですね、動画で背中のものすごい数のなんか生地の、そう置いてあるじゃないですか。なるほど、掛け軸用の専用の生地なんですね。昔のやつってどうしても衣服のやつってこの柄がでかいんですよ、なので、取り合わせをするとどうしても表具って中の作品を引き立てなければいけないので、あんま外よりか目立っちゃダメ、中より目立っちゃダメなんですけども、昔はそれがなかったのですごい柄のでかいもんで表具してることが多かったんです。ただ明治時代ぐらいになってこの柄のちっちゃいものを折れるような織り機っていうのが出来上がっていったので、掛け軸専用の生地っていうのはそこからできるようになったという、そういうふうに考えています。なるほど。あとなんか別の方の動画を見ると、NHK からの動画を見ると、じゃあいい掛け軸は何かっていうと、作品を、最初パッと部屋に入った時は地味な作品だと、まず掛け軸のとこに、その目が止まるようにすると。でもそのうちに掛け軸が見えなくなるっていうんですか、作品だけが見えるようになるのがいい掛け軸だったんです。だからその適度に目立ってでも最後はやっぱり作品に目が行くようなのがいい掛け軸だっていうような動画を見たんですけども、野村さんにとっていい掛け軸ってのはどういう掛け軸なんですか？掛け軸、そのぐるりのっていうことですかね。全体のっていう意味ですね。いい掛け軸、例えば、掛け軸はどういう基準で評価すればいいんですか？掛け軸はやっぱり中身の作品の評価に委ねられるんじゃないかなと僕は思いますね。やっぱりぐるりっていうのはぐるりってやつですね。この生地の部分ね、表具の部分っていうやつ、これはあくまで添え物なので、添え物だけで評価されるということはあまりないんじゃないかなと思います。もちろん高価なものを使うことはあるんですけど、中身にそぐわない高価なものを使ったとしても別にそれはあまり意味がないことなんじゃないかなと僕は思ったりするんですね。なので逆もしかりで、中が素晴らしいものなのに外が貧相なものだったらなんかアンバランスじゃないですか。やっぱりふさわしいもので、着物の、着るものと一緒で、中にふさわしいような、おべべを着せてあげるっていう感覚で、コーティングするんですけど、ただ外から買ってはいけないとは思うんですね。中を引き立ててあげるために、控えめなんですけども、多分さっき最初のその動画で見られたっていうのは、パッと見ではこうぐるりから入っていくんですけども、最終的には中に行くっていう、そういうふうに引き立て役にちゃんと徹しれるような取り合わせっていうのが大事なんじゃないかなとは思いますね。あと、その別の動画で見たんですけども、掛け軸って、その西洋にはない考え方で結局持って歩けるっていうじゃないですか。そうですね。携帯性があるっていうのは、これは確かに、すごいもしかすると今の時代にもマッチするんじゃないかと思うんですけど、でもこれ実際掛け軸を作る方で持って歩く方っておられるんですか？作る方で持って歩く。例えば旅行の時に自分の掛け軸を持ってマイ掛け軸を持ってで海外に行くとか、そういう方っておられるんですかね？そこまでこだわられてるのは見たことがないですね。携帯性が高いっていうのは、掛け替えがしやすいという意味合いが、確かにそうですね、基本はね。日本人って、行事に合わせて掛け軸を掛け替えるという文化なので、西洋だったらもう固定じゃないですか、学園で固定なので行事によって掛け替えるという文化も当然なければ、そういういろんなものをずっといろんなところに多く配置するという意味なんですけど、日本人っていうのは必要最小限っていう感覚が美とするものが多いんですね。わびさびとかもそうですけど、簡素だけどシンプルイズベストみたいな感じで、なので、和室の中でも床の間という場所だけに美術品を飾るという発想からスタートしていて、でそこで、季節に合ったもの、その TPO にふさわしいものを掛け替えていくって考えた場合、こう巻いて収納してすぐ掛け替えて、で場所も取らないっていうスタイルがいいんじゃないかというところで掛け軸って発展してきているので、そういった意味では海外とは違う日本の文化なんじゃないかなと思いますね。TPO に合わせてとか季節に合わせて掛け替えるとか、そうですね、おっしゃってましたけども、イベント、仏事とか掲示とか、それに合わせて掛け替えると。なるほど。あとちょっとこんなこと聞いていいのか知らないですけど、なんかネット見てると、アニメとかにアニメのいわゆる作品、原画だと思うんですけども、を掛け軸にしてる方なりのもあるみたいなんですけど、その掛け軸屋さんから見てどうなんですか？別に気にしないのか、中身はコンテンツには気にしないのか、それともやっぱり
きちんと歴史のあるものを掛け軸にしてほしいのかとかってあるんですか？人それぞれ考え方は違うと思うので私自身は別にそれはそれでもいいんじゃないか、やりたいようにやってらっしゃるんだろうなとは思います。ただ自分がやりたいかと言われると僕はあんまりやりたくないなというだけの話で海外の弊社っていうのは海外とも取引をしてて、海外のお客様の声も聞くんですね。で最初はプロダクトアウト出て自分がこれがいいんじゃないかと思って海外の人の需要に合わせて、例えばそういうアニメでやったり、ちょっと奇抜なものが本当は合うんじゃないかなと思って押し出しをしてみたんですけども、意外にねそれが受けないんですよ。これがとこっちが思ったものは受けるもんじゃなくて、であくまでマーケットインということで向こうの要望を聞きながらそれに合わせて作っていく、求められるものを提供していくということをしていくと結局伝統的なものが求められてんだなというイメージになりましたね。それですか、たまたまその海外の話が出たんですけども、そっか海外の方しかも、そうサイトにもなんかね具体的にどこどこの国のお客様からこんな、依頼がありましたってあるじゃないですか。海外の方に人気がある伝統的って日本の伝統的なものってことですか？そうですね、基本的には日本の伝統的なものですね。いろいろありますね。こういった山水が好きっていう方もいれば、普通に花が好きとか、仏事のものが異様に好きとかいうふうに千差万別で基本的に我々が販売しているものっていうのが、求められますね。なるほど、わかりました。はい、じゃあ私が聞きたいことは参考になりました。なんか野村美術さんのなんかアピールポイントとかって、アピールポイント。でもあれですよね、本当は掛け軸、そうですね、メインは掛け軸を作られてる職人さんっていうところがメインなんですよね。なるほど。今現代においてあまり掛け軸っていうと縁遠いと思われる方も非常に多いんですけども、そういったものをちょっとね敷居を低くして分かりやすくして、で日本美術ももうちょっと楽しんでいただきたいなと思って、普通掛け軸を作ったり販売するのが仕事なんですけど、情報発信の方でももちろん仕事を頑張ってやっておりますので、YouTube の方とかでも見ていただければ嬉しいなと思っております。いやすごい圧倒的な知識量と熱量ですよ。いや私いろいろ見たけど、いやだってこの間の国宝展なんか10回シリーズとかどうやってあれ作ってんのかなと思ったんですけど、一から勉強してるんですよ。別に僕が詳しいわけではなくて一から勉強してるだけなんですよ。なので一から勉強してるからこそ皆さん僕が最初分からなかったものをなんとか噛み砕いてご説明するっていうのが割合聞きやすいんじゃないかな、聞き取りやすいコンテンツにはなってるんじゃないかなというのはそういうところかなと思います。はい。ということで今日は私の尊敬する YouTuber の掛け軸塾さんに、やってきていろいろ教えてもらいました。私自身は掛け軸の素人なんで、今日皆さんと一緒に少しでも掛け軸の理解が進めば嬉しいです。じゃあどうも今日はありがとうございました。よろしくお願いします。